オイスト博士課程に在籍してます大畑渉と言います。さっきご紹介があった通り、今日は僕たちの研究の紹介とオイストの学生がどんな感じかっていうことをお伝えできればなと思います。で、本日話す内容なんですが、まず最初に軽く自己紹介をさせていただいて、その後に、最近のロボット AI 研究どんなことが分かってきているの、どんなことが起きているのっていうことをご紹介したいと思います。でその後に、それをもとにじゃあ僕たちが実際どういう研究をやってるかっていうのを、今回のトークのタイトルにもありますように人間を知るためのロボット AI 研究という、テーマで話したいと思います。で、最後にちょっと今後やっていきたいことみたいなことをご紹介して、終わりにしたいと思います。じゃあ、改めまして、自己紹介から大畑渉と言います。千葉県の千葉市から来ました。で、オイスト博士課程4年目、全部で5年あるうちの4年目ですので、今沖縄に来て4年目ですね。で、今日のトーク、いろんなトピックに触れていこうと思うんですが、全部について細かく話すことはできませんので、ちょっと関連するキーワードみたいのを、時折、皆さんから見て右下の方に出したいと思いますので、もし、気になったテーマ等がありましたら、このキーワードを検索していただけたら、もうちょい詳しいことがわかるかなと思います。では、ちょっと、アイスブレイクじゃないですが、皆さんあんまり千葉県千葉市どんな感じかおなじみがないと思いますので、軽く地元 PR から始めたいと思います。僕、千葉県千葉市育ちでどんな感じかって言いますと、小中学校は徒歩通学で、高校はちょっと遠いところで電車通学をしてました。なんで、沖縄来て、皆さんが高速バスとかで通学してるのを見て、ちょっとびっくりしました。で、地理感的には東京までだいたい電車で1時間ぐらいな感じで、あと千葉市有名といいますか、ちょっと珍しいものとしてモノレールは知ってます。皆さんも那覇でモノレール馴染み深いと思いますが、那覇のモノレールが線路の上を走っているのに対して、千葉のモノレールは線路の下を走ってます。過去に1回走行中にドアが開きました。で、あと、有名なところですと、プロ野球チームの千葉ロッテマリーンズの本拠地で、沖縄の選手も活躍してます。あと、ディズニーランドが近いんで、小中学校、クラスに1人ぐらいはディズニーランドの年間パスポートを持っていましたね。東京ディズニーランドは千葉にあります。あと、千葉、東京ドイツ村とか、東京情報大学とか千葉にあります。で、オフィスと来る前に何してたかって言いますと、大学は高校まで千葉にいたんですけど、その後、名古屋の方に行きまして、大学の学部っていうと、大学生を名古屋でしてました。でその時は、生物学を勉強してまして、特に分子生物学っていう、生物っていうものを遺伝子とかタンパク質とか、すごいミクロなレベルから理解しようっていうことを勉強してました。であとちょっと、イギリスに留学に行かせてもらったりもして、イギリスのマンチェスターに1年ほどいました。でこの時は、マラリアの研究なんかを1年ほどしてました。で、さっき大学を卒業したわけなんですが、なんでオイストに、来たかって言いますと、まず知ったきっかけとしましては、大学生の時にオイストのワークショップに参加してオイストについて知る機会があっていいなと思ってました。で、大きい理由としてオイストならやりたいことができると思ったっていうのがありまして、さっき、説明した通り、僕もともと生物を勉強してたんですが、今やってるようなAI とか人の認知みたいなことにより興味を持ってきて、だから専門分野を変えたいと思ったんですね。で、日本の大学から大学院に上がるときに、専門分野を変えるっていうことは、あんまり、一般的ではないんですが、オイストはそういうことを推奨してくれるんで、そういうことを、僕のやりたいことができるって思っていうのがありました。であと、さっき言った通りちょっと留学にも行ってきまして、国際的な環境っていうのもすごい好きだったので、そういうところにいたいなと思って、オイストの国際的な環境もすごい魅力的なものでした。であと、経済的な支援なんかもあったのも大きかったです。でこうやって、オイストに来させてもらって今いるとこなんですが、オイストの認知のロボティクス研究ユニットっていうところに所属しています。でざっくりロボットや AI について研究をしています。
もちろん、詳しい話については、もう少し後で、ゆっくりしたいと思います。で、皆さん、オイストって聞くと、外国人がいっぱいいるみたいな、イメージを持ってる人がもういらっしゃるかなと思うんですが、僕がいる研究室も、例に漏れず、いろんな人たちがいます。研究室の、一番偉い人である教授は日本人の先生で、研究員の方が、日本、フランス、ドイツから来てて、で学生が僕含めて5人いて、それぞれ、ドイツ、中国、インド、日本、ロシアから来てます。で、技術員の方で1人イタリア人の人がいて、秘書さんで、日本人の方が1人で、全部で今11人で、オイストの研究室としては平均的な大きさかなと思います。で、じゃあ、自己紹介はこれぐらいにして、最近のロボット AI 研究について、お話ししていきたいと思います。最初に、軽く、ロボット AI とはっていうことで、ロボット、もちろんご存知だと思いますが、一応 Wikipedia なんかを見てみると、人の代わりに何らかの作業を自律的に行う装置、もしくは機械のことみたいな感じに書いてあります。皆さん、ロボットって聞くと、どういうのを思い浮かべますかね。僕なんかは、スター・ウォーズを思い浮かべるんですが、人によってはこう、ドラえもんとかアトムとか、ああいうのを思い浮かべるかなと思います。で、AI、最近よく聞く言葉ですね。もともとこれアーティフィシャルインテリジェンスでの略で人工知能っていう、日本語訳もあるんですが、最近では AI っていう言葉の方が、よりよく使われているかなと思います。で、これも、Wikipedia 見てみると、計算という概念を使って、概念とコンピューターという道具を用いて知能を研究する研究幾何学の一分野みたいに書いてありますが、最近はもっとふわっと、いろんな意味で使われている気がします。で、このロボットと AI、今皆さんの身の回りに、実はもうすでにいっぱいあって、例えば、有名なとこですとこう、アイロボット社のルンバとか、ソフトバンクのペッパーとか、あとドローンみたいなのも最近の、発明ですし、ソニーの、アイボとか、スマートフォンに入っている Siri とか Alexa みたいな、アシスタントとか、スマートフォームと呼ばれるものでありますとか、あとはこう人の顔を認識するカメラの、機能であるというような感じで、ロボットと AI 皆さんの身の回りいっぱいあると思います。こういう感じで、もうすでに身の回りにあるんですが、最近さらにいろんな発展がありまして、最近のこうちょっと面白そうな話題を紹介していきたいと思います。で、まず一つ目として、AI のプログラムが囲碁の世界チャンピオンに勝ったっていうのがありました。これが、もう5年前のことになるんですが、これ何がすごかったかっていうと、チェスなんかは世界チャンピオンをもう AI が1997年ぐらいには倒してたんですが、チェスに比べて囲碁っていうのは、その可能な場の数っていうのがものすごい大きくて、コンピューターには難しいと言われていたんですね。でもそれがついに、2019年に、このリー・セドルっていう韓国人の囲碁の世界チャンピオンについに AI が勝ったっていうようなことがあって、AI 研究の一つのこうなんですか、金字塔というか、大きい、印象的なイベントでした。で、あと、次にご紹介したいこととして、皆さんちょっとこの人見てほしいんですが、ちょっともしね、この中で知ってる人とかいたらいるんじゃないかと思ってほしいんですが、実は、これらの人たちは実際には存在しない人たちで、AI が人の、顔の画像を学習して実際にこういうふうな画像を生成できるようになったんですね。なので、この人たちは、世界中のどこにも存在しなくて AI が作った顔の画像です。で、もし、興味があったら This person does not exist っていうので検索してほしいんですが、このサイトでこの AI を使うことができて、皆さん好きなだけこの世に存在しない人の顔の画像を作ることができます。で、あと他の話題としましては、AI は文章も書けるようになったっていうことがありまして、昔からその機械とか AI に文章を書かせるっていう研究は行われてきたんですが、最近こうブレイクスルーがありまして、どれくらいすごかったかっていうと、その海外のインターネット掲示板で
AI が1週間ぐらい他の人とやり取りをしてたんですね。でも誰もその違和感とかを覚えずに、それが AI だと気づかれなかったっていうことがあって、まあこれくらい、文章も AI うまくなりましたと。まあ、最近だとね、その AI が勝手にハリー・ポッターの続編書いたり、シェイクスピアの新作を書いたりしてます。で、まあ、あとその人にできて AI にできないものみたいなのを考えたときに、まあ、やっぱこの想像力とかクリエイティビティみたいなことを思う人もいるかと思うんですが、まあそれに対するものとして、まあAI がこう絵が描けるようになってきたみたいなのがあって、まあ、この絵 AI が、まあ、3年ぐらい前に描いた、ものなんですが、まあ、これがオークションに出品されまして、まあ、約4500万円で落札されました。まあ、この価格が適正かどうかはまあ別としましても、まあ、今までその人間だけのそのクリエイティビティみたいなものとして思われてきたこう絵を描くみたいなことも最近の絵はできるようになってきましたよみたいな話ですね。で、まあ、あとその、まあ、さっきのもっとこのイマジネーションの方なんですけど、この AI は人が AI にこういうものを想像してくださいって言って、で想像した画像を出してくれるんですね。で、まあ、それがどれくらいこうどんなことでも自由に想像できるかっていうことをまあ紹介したいんですが、ちょっと想像してみてほしいんですが、こうチュチュを着て犬を散歩させてる大根の赤ちゃんの絵。チュチュってバレリーナの人が着てるスカートですね。これをちょっと頭の中で頑張って想像してみてほしいんですが、まあこの AI はちゃんとそれっぽいものが想像できると。ちょっと次に皆さんも想像してみてほしいんですが、アボカドの形をした椅子。AI はこういうのを想像しました。もうちょいこうリアリスティックなので、草原で座ってるカピバラの拙者。写真みたいなイメージですよね。ちゃんとこうやって想像できると。なんでこう、なんか私たちがこうイメージする想像力みたいなものも、もう今の AI は、ある一面ではもうできてますよと。で、今度ちょっとロボットの話もしたいなと思うんですが、ロボットを例えば最近よく上がる話題ですと、車の自動運転ですね。これも技術的にはかなりもう来ていて、アメリカの、テスラモーターとか、ああいうとこが、積極的に開発をしていて、アメリカとか一部の国ではもう部分的に実用化されています。で、あとロボットをアシモみたいのをね思い浮かべる人もいるかなと思うんですが、これが2011年の時の様子で、これはこんだけスムーズに二足歩行ができましたよっていうのがすごい衝撃的だったんですが、そこから今10年経って、こういうふうにでんぐり返ししたり、もうスムーズにダンスができるようになったりみたいな感じで、ロボットのこう技術的な面でも、最近すごい進歩があります。でこうやって発展著しいわけなんですが、ちょっとねそのネガティブな側面というかもありまして、AI やロボットの、急速な発展にまだ社会が対応できてないんじゃないかっていうような面も、あります。いくつかちょっとトピックを拾って紹介したいと思います。ちょっと想像してみてほしいんですが、例えばこの AI が運転する車が事故を起こしたら、どうしようかっていうことなんですが、これもし乗ってる人が悪いのか、車を開発した会社が悪いのか、その AI を作った人が悪いのか、あるいは AI 自身が悪いのか、これ結構難しい話題だと思うんですよね。こういうふうにその自動運転を実際に社会で使おうと思ったら、こういうことをクリアしなきゃいけないわけですね。で、あと最近の話題ですと、AI を用いた世論操作みたいな話もありまして、特にその去年のアメリカ大統領選なんかが、センセーショナルだったんですが、Facebook とか Twitter とかそういう SNS で、AI テクノロジーを用いて世論操作をしようっていう人たちがいっぱい出てきたんですね。だからその相手の陣営の悪口を言ったり、もしくは自分の陣営のいいことをひたすら流したりして、
AI によって今部分的な世論操作みたいなことも行われようとしてて、これはかなり、なんかちょっと気味が悪い話だと思うんですが、こういうことも、意識していかなきゃいけないと。で、あと、AI の兵器利用みたいな話がありまして、この間、リビアの内戦で実際に、こういう致死的なAI の兵器が使われたっていう、事例もありまして、もちろんこういうのを規制しようっていう動きはあるんですが、そういうのを批准しない国もありまして、こういうのも、どうにかしなきゃいけない。あとまた、これは AI だけの問題ではないんですが、AI が人の偏見を学習するっていう話題がありまして、今使われている AI っていうのは世の中にすでにあるデータから学習するんですね。そうするとそのデータに例えば性差別であるとか人種差別みたいなものが含まれていると AI がその差別も学習してしまうと。例えば会社で、人事が、採用プロセスを簡単にしようと思ってその履歴書を AI に、評価させたみたいなことがありまして、その時に、今までどういう人を採用してきたかっていうデータを用いてやったわけなんですが、その中でそういう差別的なものが残っていて AI がやってもそういう差別が出てきたみたいなことがありました。なんで、こういう、AI によって可視化されているものもありまして、こういうこともどうにかしていかなきゃいけないと。で、なんで今話した通り、AI とかロボットの発展に僕たちの社会がまだ、対応しきれてないとこが、いくつかあって、そういうのに対応していかなきゃいけないんですが、単純にこれで技術が悪いっていうふうな、規制をするっていうんじゃなくて、技術はそのニュートラルなものとして扱って、そういうものを私たちがどういうふうに利用していくかということを、みんなで、話し合っていく必要があるんじゃないかなと思います。で、この話題はここまでにして、今こういうふうに発展してきた、ロボット AI なんですが、じゃあこれをさらにどうやって発展させようかっていう話なんですが、これはアメリカの国防省の DARPA っていうところが、ちょっと前にやったロボットのコンペティションみたいなやつなんですが、さっきでんぐり返ししたり踊ってるロボットを見せたと思うんですが、これ実際の環境にロボットを持っていくと、まだ簡単そうに見えてできないことみたいなのもありまして、でなんでさっきの囲碁みたいな感じで、一部の分野では人間を超えるような、性能を出している AI なんですが、その一方で、人間にはその普通の人は簡単にできるけど、実はロボットや AI にやらせようと思うと難しいみたいなことがあるんですね。だからそうするとそもそも人間には何ができて、なんでそれがそんな簡単にできてるのかっていうのは、よく分かってないと。なんでこうやって AI とかロボットをより賢くしていくために、人間についてもっと知る必要があるんじゃないかなと思うわけなんですね。こういう意識に基づきまして、じゃあどうやって、僕たちがやってる人間を知るためのロボット AI 研究というものを紹介したいと思います。その人間っていうのをどうやって、研究するかということなんですが、これ、いろんな切り口というかありまして、人間の脳のこととかを調べたければ、神経科学とか脳科学っていうものがありますし、その人間の体がどういうふうに動いてるかとか、その機械工学的なことを考えればロボット工学みたいなものも出てきますし、その集団としてどういうふうに振る舞うかということを知りたければ統計学みたいなものも必要ですし、人間の心の動きについて知りたければ、心理学とか、あるいはそれを数学的にどうやって記述できるかって考えれば数学っていうものが必要になってきますし、それがコンピューターでどういうふうに再現できるかって考えればコンピューター科学とか、さらに人の、認知機能とか、人が生物としてどういうふうに進化してきたかっていうことを知りたければ、進化学みたいなことが必要になってきます。で、いろんな分野の研究者が、いろんな方法で、こう人間というものを研究しています。で、しかし人間の知性とか、そういったテーマを扱うには、こういうものをより組み合わせて、より総合的な観点が必要なんじゃないかなと思いますね。で、そうは言いましても、
その人間の認知機能みたいなことを調べていこうと思いますと、現代の科学では、これは基本的には、脳の機能の解明ということにはなるんですが、この、脳っていうのが、神経細胞と、グリア細胞っていうものから構成されていまして、で、人間の脳には約860億個ぐらいの神経細胞があると言われています。で、これらが相互に接続して、情報のやり取りをしているわけなんですが、個々の神経細胞の働きが分かったところで、全体でどういうことをしているかっていうのは、難しいと。その一人一人のを調べても、集団とか国とか世界全体でどういう人がどういう働きをするかみたいなのは分からないみたいな、イメージですね。なんでこういうそのパッと見、なんていうか複雑で、どうやって調べたらいいか分かんない人の脳なんですが、もちろん、これに対して、いろんな、アプローチの仕方があるんですが、私たちのアプローチとしまして、一つ引用したいのが、有名な、ノーベル賞受賞者、リチャード・ファインマンっていうアメリカの有名な物理学者なんですが、彼がちょっと、いいことで言いますか言ってまして、自分で作れないものは理解できない。言いたいこととしましては、何かよく分かんない現象があった時に、それを、再構成していくことで、理解していこうじゃないかっていうことが言えるんじゃないかなと思うんですね。なんでこういう、脳っていう、複雑で分からないものに対して、僕たちは、それをこう分かっているものを少しずつ組み合わせて再構成していくことで、理解していこうっていうようなアプローチです。で、もうちょい、詳しく言うと、これが、どうやって研究しているかということなんですが、僕が所属している、認知脳ロボティクス研究ユニットという、よくわからない名前の研究室なんですが、これが、どういうことを言いたいかと言いますと、認知っていうのがこう人の認知機能、見たり聞いたり触ったりみたいなこういう、こういう機能に興味があって、で、脳のとこが、生物脳を模倣した AI を使って、でさらにこのロボティクスのところで、ロボットを使った実験をしていますみたいなことを言いたいんですね。どういうことかって言いますと、人のように、感じたり考えたりできるロボットを作ることで、人の知性というものを理解したいっていうのが、僕たちの、よくわからない脳に対するアプローチっていうことになります。で、ここで言う、人の知性っていうものをもうちょい今具体的に考えてみたいと思うんですが、別に僕はここで、人の知性とは何かっていう定義をしようっていうわけではないんですが、ここで知性のどういうところを扱うかっていう話ですね。ちょっとそのもう話を簡単にするためにちょっと人と環境っていう、2つに分けたようなシステムを考えますと、人っていうのは外の環境から情報を受け取ると、見たり聞いたり触ったりこういう情報が入ってきて、で逆に人っていうのはその環境に対して何か働きかけるようでことで行動していると。でこの過程において人っていうのは情報を受け取ってその情報処理をして行動を起こしているわけなんですね。なんで、具体的に言うとここの情報処理の仕組みが知りたいと。だからここが僕たちが知りたいことなわけなんですね。ちょっと具体的な例を通して考えてみたいと思うんですが、例えば目の前にある、コップをつかむみたいな動作を考えてほしいんですが、これ皆さん、何も考えずにパッとできると思うんですが、これをちょっと、細かく、観察してみますと、まず、コップを目で認識しなければいけません。で、現在の、腕や手の位置から、コップまでどういう軌道をすればいいのかっていうことを計算しなきゃいけなくて、で、実際にやるためには脳が筋肉に指令を出してそういう腕を動かして、で、もちろん全てが思った通りにはいかないんで、その途中で出てくる誤差みたいなものを微調整しながら手を伸ばす必要があります。で、コップの材質や重さに合った力でコップを掴むと。
紙コップだったら弱い力で掴まなきゃいけないですし、いっぱい、ジョッキとかだったら強い力で掴まなきゃいけないと。でさらにもしコップの中になみなみと何かが入ってたら、そのこぼさないように気をつけながら動かさなきゃいけないですし、よりみんなで、食事をしている時なんかだったら、果たしてこれは僕のコップなのかみたいなことも考えなきゃいけないですし、もしあなたがどっかの偉い人だったら、その人が今飲み物を飲んでいいタイミングかとか、そもそも飲み物に毒は入っていないかみたいなことも気にしなきゃいけない人もいるかもしれません。で、こういうふうに、何気なくやってる、目の前にあるコップをつかむという動作ですが、この中にも、これも本当に一部で、たくさんの情報処理が行われているわけなんですね。で、ちょっと、もう一回戻って、整理してみますと、感覚受容、目や耳から入った情報をどうやって処理するかっていうのと、行動生成、自分の外の環境に対してどういう行動をするのかっていう、こういう、2つの視点から、この、情報処理っていうものを考えると、見通しが良さそうだなっていうふうにいうようなことが言えると思います。で、こういう、考え方でといいますか、枠組みに基づいて、実際に私たちがどういうことをやってるかっていうことを紹介したいと思うんですが、まず簡単に普段私たちがどういう流れで研究をしているかみたいなことを話したいと思います。まずは問題を設定しないといけないです。何を調べたいかってことですね。何を理解したいか。で、それに対して仮説、その問題に対してどのような理論で説明できるかみたいな仮説を立てるんですね。で、それを僕たちの場合はさらに、数式、具体的な数式としてその仮説を表現して、それをコーディングって呼ばれる、数式をコンピューターのプログラムに、として記述して、で、ロボットにプログラムを載せて実験をして仮説を検証するわけです。で、この結果によって、もし、仮説通りの結果が出ればいいですし、仮説と合わないものがあったら、仮説を修正してまた同じような流れで実験をしていくわけですね。で、実際に研究の例として、僕が今やってる研究をご紹介したいと思うんですが、今の、流れに、沿って、言いますと、まず問題設定として、文章で書くと、人は、時と場合によって、自己中心的であったり、他人に合わせたりする。で、この意志の強さのようなものはどうやって説明できるだろうかっていうような問いなんですが、つまりこれどういうことかと言いますと、友達と、食事に行く場所を決めるときを想像してもらいたいんですが、その皆さん、例えばある日めっちゃ沖縄そば食べたいみたいな。で、ある日はそんなじゃないとか。で、次の日は今日めっちゃタコライス食べたいみたいな。意志の強さみたいな、何かをめっちゃしたいって思う時と、そうでもない、どうでもいいやっていう時あると思います。この意志の強さみたいなものがどうやって説明できるかみたいなのがここでの問題設定ですね。で、仮説を立てるんですが、で、これはちょっと専門的になりすぎるんで、さらっと通したいと思うんですが、既存の感覚受容に関する理論があるんですね。で、その時の、環境の情報を予測する時のパラメータの値の違いから、意志の強さのようなものを説明できるのではないかっていう、仮説を立てました。で、この仮説に対して、数式化していくわけで、さっきの、感覚受容の、理論のモデルの数式を、こういうような、数式を扱っているんですが、ざっくり言うと、環境からの情報をどのように認識して、次の情報を予測するかみたいなことが、今ある理論を用いるとこういうふうに表現できて、でその中で、ここの、あるパラメータの値が意志の強さに影響するのではないかっていうふうに、さっきの問題を、こういうふうに、直したと。で、数式ができたら、じゃあ今度はこれを、コーディングしていくわけなんですね。数式に基づいたプログラムを作るわけで、
なんかいわゆるプログラミングってやつでこういうようなコードっていうやつを延々と書いていって、ここが実は大変なとこですよと。で、じゃあプログラムができましたと。で、次はロボット実験なんですが、最初に話した通り、意志の強さみたいなものを調べたいんですね。なんでどうやって意志の強いとか弱いっていうのことを実験で確かめられるのかっていうことを考えなきゃいけないと。で、ここで頭を使って実験の仕組みを考えなきゃいけないんですが、ここでは、こんな風にしましたっていう紹介なんですが、人とロボットでお互いに体の動きを真似するんですね。なんかこんな感じでロボット、その僕がプログラムした AI にはこういうような規則性を持った手を上げたり、胴体をひねったりというような3つの動きをあらかじめ覚えさせました。で、その覚えさせた AI を使って、人とロボットが、同時に体の動きを真似し合うんですね。で、人の動きとロボットの動きっていうのがずれる時が出てきますよと。でもし、ロボットと人はお互いに動きを真似しなきゃいけないんで、どっちかがどっちかの動きに合わせないといけないんですよ。そうすると、もしロボットが人の動きに合わせたら、これは意志が弱いと。だから自分のこうしたいっていう意思を曲げて、今向かい合ってる人の意思に自分の意思を変えましたと。これを意志が弱いというふうに解釈してます。で、逆に人を無視して自分の動きを続けたら、これはロボットがその向かい合ってる人に対してお前が俺の動きに合わせろって言ってるようなものなんですね。なんでこれは意志が強いというふうに解釈しています。で、先ほどの数式の値を変えることでロボットの振る舞い、こういうふうに相手に合わせたり相手に従わせたりするような振る舞いに違いが出るかを調べることで、仮説を検証しようっていう、流れです。で実際に、シミュレーションで実験してみて、これその今、詳しくは説明できないんですが、人の動きを真似している時の、ロボットの頭の中のやつなんですが、向こうの方で実際に、ロボットが見てるものと、ロボットが予測しているもの、あとロボットの予測と実際の、観測の違いみたいなことを見てるんですが、こういうシミュレーションの実験を通して、どういうことが分かってきたかっていうと、今の現在の状況ということになるんですが、このシミュレーションでは仮説を支持するような実験結果が得られました。つまり先ほどの、数式の値を変えることで意志の強い弱いロボットっていうのが現れてきたと。で、科学者っていうのは自分の研究をして、結果が出たらそれを論文という形でまとめて、発表して、他の人と議論をするわけなんですが、僕もそういうことをしまして、これまでの結果を英語の論文として国際学術誌に、去年の夏に発表しました。こういうふうに僕の名前が載るんですね。で、今後の流れとしましては、最終的には実際のロボットを使ってより、現実的なシチュエーションで実験をしたいので、ロボットを使った実験を行ってさらに仮説検証を行うっていうのが今後の流れになります。でこれ今年のオープンキャンパスで、ラボの紹介として、作ってもらった、プロモーションムービーみたいなやつなんですが、これざっくり研究室の様子ですね。こういう、ロボットがいて、これ僕がこうやってロボットと向かい合って、体の動きを合わせてるみたいな感じなんですが、こういうことを、やってますっていう紹介ですね。で、僕の研究の紹介としては、ここら辺までにしまして、今後やっていきたいみたいなことを、お話ししたいと思います。で、今後やっていきたいこととしては、今の、人の認知機能に関わる研究っていうのが楽しいので、こういう、人の認知機能に関わる研究を続けていきたい、と思っています。でもちろん、たくさんの人が、こういう人の認知機能に関しては研究をしてるんで、その中で特に僕がどういうことをやっていきたいかっていうと、その哲学とか認知科学とか、心理学で得られた知見を
最新の AI 研究と組み合わせるような研究がしたい。だからさっきの例で言いますと、その意志の強さみたいなのもずっと、ね、心理学とかで調べられてきたんですが、それを実際のさっきみたいな AI と組み合わせて、ロボットを使って検証するっていうような形ですね。こういう研究をしていきたいと。で、あと卒業後に関しては、海外に出て研究経験を積みたいなと思っていまして、今の国際的な環境が気に入ってますので、またちょっとどっか、外国とかに行けたらいいなと思ってます。今のとここう千葉、名古屋、沖縄って、ずっと西へ来てますので、次はどこに行くのかなと思ってますね。あと僕のジンクスとしてましては、過去数回必ずラグビーのオリンピックの開催場所にいるんですよ。イギリス、日本って。なんで次なんかフランスでやるらしいんで、もしかしたらフランスにいるかもしれないです。で最後にまとめですね。一応今日のトークで伝えたかったことみたいな話なんですが、まず最初に話した通り、ロボット AI 近年すごい勢いで発展してますよと。で今後より、一層身近なものになっていきますと。でさらにこの僕たちこのロボットにより賢くなってほしいんですが、そもそもどうしたら賢いのとか、なんで賢くなれるのかみたいなことが分かってないところも多くて、なんでさまざまな分野の力を結集して、人間の知性とは何かみたいなことを解き明かしていきたいわけなんですね。で僕がご紹介したようなロボットを AI を使った、僕は面白いと思ってるんですが、面白い研究があります。といったところでその研究の面白さが少しでも伝わったらなと思うんですが、あと最後に、今回、書店の方との共同イベントということで、今回のテーマに興味を持った方におすすめの書籍3点ということで、僕が影響を受けた本とか、最近良かった本みたいなことを紹介して終わりたいと思います。まず1冊目として、サブリミナルマインドっていう本なんですが、これはアメリカのカリフォルニア工科大学で教授をされている下條先生という方が、ちょっと少し前に書かれた本で、人間は自分が思ってるほど自分のことを分かってないみたいな感じで、人間が無意識にいろんなことをやってるっていうような人の、認知の面白さみたいなことを教えてくれる本ですね。であとこれもなんていうか少し古い本なんですが、アメリカのラマチャンドランっていうお医者さんが書いた本で、これは人の脳の、病気とか怪我とかを通して、人の脳の不思議さというか不可解さみたいなことを教えてくれる本ですね。であとこれは最近の本で、アメリカのタフト大学ってとこにいる有名な哲学者のダニエル・デニットっていう先生が書いた本で、人の心の進化に関するものですね。人間だけに、持っていると思われているさまざまな認知機能があると思うんですが、こういうものが進化的にどうやって獲得されてきたか、バクテリアからバッハへっていうことで獲得されてきたかを紹介してくれる本です。以上になります。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。すみません、最初の冒頭の部分、申し訳ありません。音声が入っていなくて申し訳ありませんでした。最初はオイストの紹介と、大畑さんの紹介を私の方から、簡単にさせていただいた次第です。はい、ありがとうございます。どうでしたでしょうか。大畑さんの研究というのは、こういったロボット、AI を使って、人間の知性を知るというような研究をされているということなんですけれども、もし、今この話を聞いて何かコメントや、質問があれば、ぜひぜひこの時間5分から5分ぐらいですかね、設けたいと思うので、ぜひお待ちをしています。はい。これ紹介されてました？ここに実はちっちゃいロボットが隠れているんですけど、これがこの写真のロボットですよね。そうですね、ミニチュアと言いますか。ミニチュアです。ここにいます。ラボの方が作ったということで。他にも何体かいますか？そうですね、あと1台、はい。こういったAI を使って人間を知るっていう研究なんですけど、
実際に世界を見てどのぐらいこういった研究が行われてるんですか？そうですね、やっぱこうロボットを使って、確かめていこうっていうのはそんなに多くはなくて、まあ、具体的に数えはちょっと難しいんですけど、でもちょっとそこはその僕たちの研究の、まあ、ユニークなとこというか、まあ、強みだなと思ってますね。本当そうですよね。なんか AI を知れば人間を知るっていう考えに私は今まで至ったことがなくて、その AI を、知るとか AI をこうもっともっと賢くするとかっていう風な考えの方が浮かれたんですけど、まあ、確かにさっきもあったように賢さってそもそも何っていう話、非常に面白かったです。はい、コメントが一つ来ています。読みますね。とても興味深いお話ありがとうございました。アニメにいるロボットのように人の気持ちが分かるロボットが誕生するのは近い将来だと思いますか？難しい質問ですね。まあ、少なくとも、人と自然にコミュニケーションができるロボットっていうのはもうすぐにできてくると思います。で、ただ、そこでまあその一見分かっているように見えることと、その自然にコミュニケーションをすることで、僕から見た時にこのロボットは僕の気持ちを理解しているように見えるけど、それが実際に理解しているかどうかっていうのはまたちょっと別の問題なんですね。なので、そこはこうちょっと話がややこしくなるんですが、少なくともその自然にコミュニケーションできるようなロボットっていうのはもうすぐに出てくると思います。そうなんですね。さっきスター・ウォーズのイメージって言ってたじゃないですか。C3PO はそもそも翻訳ドロイドですよね。翻訳いろんな言語、もうそれすでにありますよねって思ってさっき聞いてたんで。そうですね。その昔はそんな存在しなかったと思うことも、まあ、現代ではもう実はもう身近にあるよっていう世界なんですね。ありがとうございます。たくさん質問が来ています。次です。沖縄で研究することはメリットがありましたか？オイストの中で共同で研究することもありますか？沖縄で研究することどうですか？自分的に名古屋、千葉、名古屋と、イギリスも挟んで今沖縄で。そうですね。沖縄にメリットっていう意味では、僕すごいなんていうか自然とかそのアウトドアなことが好きなんで、その普段の研究と、そのなんていうんですか、週末とかにこうそういうアウトドアのするっていうなんていうかいい意味でメリハリがついて、そういうとこでこう沖縄に、いることの利点っていうのはすごい感じますし、あとそのオイストでっていうことになりますと、そのいろんな分野を研究している人たちが、すごい同じ環境にいるんですね。だから僕の研究室はこうやってロボットとか AI の研究をしてるんですけど、隣の研究室は太陽電池の研究をしてたり、超電導の研究をしてたりみたいなことをしてて、なんで他の分野の人たちと話す機会っていうのが結構あって、僕の同級生の例えばその数学やってる人に「数学ここ分かんないんだけど」とか、その脳科学神経学やってる人にこういうことを思いついたんだけど脳科学的にどうなのみたいなことを聞けたりして、そういういろんな、さっき言った通りやっぱこういろんな分野の、知識を組み合わせることが、こういう研究には大事だと思うんで、そういうのにはあったすごい環境だと思います。そうですよね。オイストのユニット同士でこう共同研究するってことはありますね。はい。はい、過去にいくつか例はあります。はい。今もいくつかやってると思います。ありがとうございます。次です。AI は人間を超えるでしょうか？そうですね。よく話題に上がるテーマですとなんかシンギュラリティみたいな話をしたりするんですが、そうですね。ロボット、そうですね。ざっくり言うとAI が人の知性を超える得意点みたいな場所が来るんじゃないかっていうことを言ってる研究者の人たちがいて、それが
いろんな説はあるんですけど、2040何年に来るんじゃないかみたいなことを言ってる人たちがいて、もしその学説が正しければ、あと20何年後に AI の方が人より賢いっていうことが起きるかもしれません。かもしれません。ただその現状、その AI が得意なことと人の得意なことっていうのはちょっと違ってて、どっちかっていうと、AI に助けてもらうみたいな形で人の、人がよりこう賢くなるために AI に助けてもらうみたいな、形で発展していくんじゃないかなと思います。人間中心で考えていった方がいいんですよね、きっと AI を開発というかしていく中で、さっきみたいなちょっと難しいんですけど、人間の生活が豊かになることを軸に考えて開発していった方がいいんですかね。そう結果的にそういうふうにつながると思います。はい。なるほど、ありがとうございます。次あります。大変面白いお話でした。ありがとうございます。認知のロボティクスユニットは他にどんな研究がされているでしょうか。そうですね。僕はさっき言ったみたいな人の意志の強さみたいなことをやってるんですが、他の人がやってるのと、言語の学習みたいなことをやってる、人がいまして、言語っていうと、皆さんこうすごいなんていうのかな、こう記号的なイメージを持つと思うんですが、その言語の意味を理解するときに、例えばコップをつかむのつかむっていうつかむっていう意味をどうやって理解するかっていうと、やっぱ人の体みたいなものが必要なんじゃないかと。その体の動きとその環境との相互作用の中で言葉の意味を学習していくみたいな、言語学習に関するアイデアがありまして、そういうアイデアに基づいてロボットに言語学習、人が言語学習のどういう過程をたどって人が言語を学習していくかみたいなのをロボットを使って研究している人がいますね。なるほど、面白い。認知能ですもんね。はい、それはつながりますね。確かに。最後の質問、英語で来てるんですけど、オイストに、AI の病理学を勉強してるユニットとか研究室っていうのはありますかって来てるんですけど。サイキャトリーですか？サイカイトリーですか？病理学はインテリジェック、AI パソロジーです、ね。パソロジー。はい。現状ではいないと思うんですけど、今その AI とかを研究してる人を増やそうとしてるので、将来的にはいるかもしれないです。まだその AI だけ、AI の研究っていうのは、大畑さんの研究室以外にどのぐらいあるんですかね。どっからどこまでを AI に含めるかっていう話でもあるんですけど、その AI で使われているような技術を使ってるっていう意味では、4つぐらいあるかな、うち含めて。そうですか。これから増えていきます。そうですね。はい、ありがとうございます。いろんな研究室がいろんなその目的意識を持ってやってますね。はい。認知能をやってるところもあれば、また別のところで AI を使って研究しているところもあるという感じです。はい。ありがとうございます。たくさんコメントいただいてありがとうございます。時間もちょっとそろそろ迫ってしまっているので、最後に大畑さんにちょっとコメントいただきたいんですけれども、この見ている方たちの中で、これから科学の道に進んでみたいとかやってみたいことがあるっていうふうに夢を持って進んでいる方たちにご自身の経験も踏まえて一言お願いします。その研究してみたいみたいなことって、もしかしたら身の回りにそんなに人いないかもしれないと思うんですけど、やっぱ研究したいから研究をするっていうのはすごい楽しいことだと思うんで、自分のそのモチベーションをすごいポジティブに捉えて、それを進めてほしいなっていうのと、
あと最近ですとこうインターネットとかにいろんな情報があるので、すごくこう無料でそのアメリカの有名大学の授業が受けられたりとか、そういうそのどんどんこう、研究とかに関する情報へのアクセスっていうのがどんどんしやすくなってるんで、そういうのを積極的に、活用していったら、楽しいんじゃないかなと思います。ありがとうございます。はい、それでは大畑さんのお話、これにて以上になります。今回ありがとうございました。ありがとうございました。はい。それでですね、今回このサイエンストークは、純駆動書店の那覇店さんとコラボレーション企画をしていて、いつも本屋さんの方でイベントをしているんですけれども、今回、その純駆動書店の森本店長さんと Zoom でつなげて、少しこのトークに関する本をご紹介いただきたいと思いますので、つないでみたいと思います。少々お待ちください。つながりました。こんにちは。こんばんは。ちょっと声が聞こえてます。ちょっとお待ちくださいね。すいません。ちょっと今回初めての、ちょっと緊急事態宣言中なので、今、Zoom でつながっています。お話しいただけますか？はい。はい、聞こえます。興味深い。はい、ちょっと待って。いや、このロボットというのは、子供の頃から僕なんかもドラえもんを見たりだとか、あるいはおっしゃってたスター・ウォーズとか、もう映画とコミックの世界でね、本当に身近に接してきてたんですが、もう本当こう夢の金みたいな話であったんですが、今日はお話を聞く限りね、本当にこうその時代がどんどん近づいてきた。いいですか？ごめんなさい、ちょっと声が聞こえづらいので、一回できます。スピーカーに入れて。パソコンから流します。すみません、もう一度お願いします。聞こえてます？大丈夫です。はい、聞こえます。聞こえますか？はい。大丈夫です。はい。本当ね、ドラえもんやね、スター・ウォーズ、もう子供の頃から本当にこうロボットには、映画の世界ではね、もう本当に密接に見てきたものなんですが、もうようやくこのロボットの世界がこんな身近に来てるというのがね、もう本当大橋さんのお話で非常に分かりやすく興味深く聞かせていただきました。で、本当手塚治虫のね、コミックではロボットに支配される人間の世界が描かれるわけなんですが、なんかこう意志の強いロボットは作ってほしくないなというふうにも個人的に思いましてね。で、そんなね AI の関する本というのはやっぱり AI はこれからねどうなっていくのかで、一番こう僕ら身近に関わってくるのはやっぱ仕事だと思うんですよね。で、これからの職業が AI の台頭によってどのように変わっていくのか、そんな紹介した本を、今日はねこの本ですね、新日本。これ本当に非常に、去年発売されて以来ですね、ビジネス書の中でもものすごい10万部以上売れてる本なんですが、慶応大学の、環境情報学部の教授の畑和夫さんが書かれた本なんですよね。で、本当にこう、大畑さんがおっしゃってた囲碁のAI の、対局の話からこの本スタートするんですよ。で、この本の中ではもう人類史に残る戦いだったというところから、これから AI がね、もうどのぐらいこう世の中に密接に関わってきて、で僕らはどのように付き合っていって、で求められる人材とは、あるいはこれからの仕事のスキルは、どういうふうに、心がけていったらいいのかを非常に分かりやすく書かれた内容になっております。もうぜひこの本をね読まれて、これからの将来少しこう AI がどうなっていくかを頭に置くだけでね、違った未来が訪れていくんじゃないかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。以上ですかね。以上です。はい。今ちょっと順風の方ではね、こんな部屋もやってます。自然科学書部屋ということで、これ自然科学書協会というのがね、出版社63社で結成されてるんですよね。本当科学の出版社ばかりなんですが、その63社の本を一堂に集めて、来週の7月2日まで開催してますので、ぜひこの機会に、自然科学書にも触れ合っていただきたいなと思いま
ます。はい、ありがとうございます。はい。すみません、急なあれでありがとうございました。ご搭乗いただきありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、また次回はコロナウイルスが、ね、収まったらぜひジェンクド書店の方で行いたいと思いますので。そうですね。はい、本当においしさんのお話、本当興味深いので、もうぜひジュンク堂でもね、多くの皆さんに聞いていただきたいなと思いますので、はい、ありがとうございます。次回ですね、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい。はい、すみません。ちょっと音声聞きづらかったかもしれないんですけれども、これで、今回のサイエンストーク終わりになります。全部で今回のシリーズでは、5回行ってきたんですけれども、今回のこのシリーズはこれで最終回となります。で、5回通して5人の学生に登場してもらったんですけれども、私の印象としては、みんなこの5人っていうのはこの夢に向かって、諦めない、こういった姿勢がとても私には印象的でした。で、なんでしょう、科学はね、実験がつきもので失敗もたくさんしていると思うんですけれども、その次に何が発見があるか、どういった発見があるかっていうのにどんどん夢に向かって突き進んでいくというところが、彼らの強みといいますか、これからも必要になってくる人材たちなんだろうなというふうに思いました。はい。オイストでは他にもたくさんいろんな研究をしているので、ぜひオイストのホームページですとか SNS もあるので、ぜひともフォローして今後のオイストの研究について皆さんもチェックしてみてください。はい。では以上になります。原さんありがとうございました。ありがとうございました。森本さんありがとうございました。それではまた次回皆さんと、書店でお会いできることをお待ちしています。ありがとうございます。